皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は久しぶりにガチで設計された変わった戦車を作っていこうかな。ガチで設計された変わった戦車ってなんや？これは視聴者さんのリクエストなんだけど、1980年代ソ連で設計されたオブジェクト490だね。写真で見るとこんな感じ。また変わった形しとるで。というか履帯が2つ分かれとるんか。これはプラモデルの資料だと思うんだけど、こんな形だね。かなり面白い形しとるで。一応ソ連戦車ということで深緑色で作っていきます。最終的な色は先ほどのプラモデルのような迷彩柄に変更しました。最初に作るのは履帯か。基本的に私は下から上の順番で作るようにしてるね。問題はこの分かれた履帯やな。そう、スプロケットは左右一つの基本的な履帯しか作ることしかできないね。どうするん？履帯の中間に装甲みたいなのを作って分かれてるように見せる方法とか考えたんだけど、やっぱり不自然というか見た目がパチモン臭くなる。パチモン。しゃあないので普通の戦車のような一つの履帯で作っていきます。あえて冒険はしない東北ずんこ。はい、それで履帯の全長は7メートル70センチくらいかな。前後の動輪、誘導輪は60センチくらい、天輪は70センチくらいだね。履帯を厚くしないとすぐに切られてしまうので、天輪などは小さくしています。すぐに切られて行動不能になるからな、このゲーム。足回りは10分くらいで完成。次は車体。フェンダーを除く車体本体の幅は2メートル10センチ。車高は45センチくらいかな。お尻のところをキュッと上げて2メートル10センチくらい。人の背丈より高いんやな。先っちょはこんな感じで作ったんだけど、普通に間違ってるね。そうなん。この戦車、上面に追加装甲みたいなのがあって、勘違いして段差つけちゃってる。いろいろついてるけど、これで基本的な形は完成。次は自作のフェンダー。フェンダーの発音で生きる東北ずんこ。この戦車、資料というか、実際の写真が4枚ほどしかなくて、詳しくわからない。前側はシュッと伸ばして、こんな感じの仕切りを作れば大体完成。後ろ側は、なんかめちゃ久しぶりに聞いた気する。ニュッとするところなかったからね。いやあるやろ。高さは車体と同じ。側面の傾斜を合わせるんだけど、何かおかしい。まあいつもおかしいけどな。傾斜の始まりが前側に来すぎているのは車体側のミスが原因だね。何か違和感がありつつも設計を続ける。どこが原因か分かっとらんだけや。とりあえず後ろのところを作って、後から見えなくなる構造を頑張って作れば大体完成。ソースを作り忘れていたサイドスカートを別パーツで作る。秒で隠れた。念のため走行試験、ちゃんと動くね。異様な形の戦車や。次は砲塔を作っていきます。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、砲塔。オブジェクト490、正しくは 490B の砲塔はかなり変わってるね。付け根のターレットリングは円柱から作るのも面倒なので、キューブの機能を使います。直径は2メートル10センチくらい。2段になっていたので、もう1個キューブを置いてリングを作る。今回キューブからターレットリングを作ったのは理由があるんだよね。オブジェクト 490B の砲塔が小さすぎて砲弾が収めきれないので、ここに入れる感じ。随分横長の砲塔やからな。無人砲塔だからね。無人なんか。砲塔の長さは2メートル90センチくらいかな。長さを測りながら作っていきます。電盤をちょっと傾斜させる。その前についていた構造が上下に動いて、照準を合わせる感じ。これ上下にどのくらい動いたん？今確かめて分かったんだけど、上に10度、下に5度、ずんずんは勘違いして上に20度で作っちゃった。何してんねん。後から戦闘するんだけど、やけに上に向くなって思ってたんだよね。もう取り直しできません。久しぶりにやらかす。先っちょをつまんで下げれば大体完成。いつの間にか砲塔できた。その先っちょから出ていたのは砲身。ちっちゃくて見えない。ニュッと大きく。長すぎや。男の子長いの好きだからね。そうなん。真面目に作ると、搭載を想定していたのは 152mm 砲。車体の先端から3メートル50センチくらい飛び出してるね。結構長いんやな。はい、こんな感じで砲塔も完成。その後ろについていたのは機銃。
こんな感じの構造が半円分だけついていました。面倒なのでゲーム内の機銃を代用。それっぽい自作装飾をつけたら完成。小さい。完全におもちゃの機銃や。はい、大きくしてみました。ちょっと大きくなった。多分このくらいだと思うんだよね。全体的な構造は出来上がったので、あとは装飾を入れるだけ。これも大変なんやな。装飾を入れるのと入れないとでは、見た目というか、完成レベルが大きく違うからね。砲塔の横にも機銃ついとったんか。これは 7.62mm 機銃。さっきミスってた正面部分を修正して追加装甲みたいな構造をつける。だんだんやったんか。そう、ギザギザなんだよね。V 字になっていてターレットリングに沿ってついてた感じかな。つけるとこうなるね。こういうことか。砲塔の後ろ側にも装甲的な何かがついていました。はい、今はこんな感じ。かなりできてきたで。形状がカクカクだから作りやすい。ということでこの戦車、オブジェクト 490B に興味が出てきた視聴者さんも多いと思うんだけど、後ろで装飾を載せる様子を見ながら簡単に紹介していこうかな。これ写真あるってことは試作されたんやろ？それについてはよくわからないんだけど、試作は試作でもモックアップまで作られたそうです。ということは動かん感じのやつか。予想では1分の1サイズのモックアップだと思うんだけど、一応この写真がそうだと説明があります。それで、具体的にいつから開発が始まったのかは不明。少なくとも、1984年に将来の有望な戦車開発案として、ムラゾフ設計局という T54 や T80 といった主力戦車の設計を行っているところに渡ったそうです。ようわからんけどめちゃすごいところやん。この間、異なる口径の手法を載せた設計案がいくつか出され、最終的に 152mm 砲を載せたこちらのデザインは、オブジェクト 490B 型と呼ばれています。この戦車、3回くらい再設計が行われたんだけど、最大の特徴は高い防御力。これだね。砲塔は無人なんやな。そう、乗員は横並びに2名登場。最後部でカメラを見て操縦する形だね。後ろが高いのは人が乗るからか。一般的に戦車は全面装甲が抜かれたら撃破されちゃうんだけど、この戦車は内部を4つの構造で区切って、貫通されてもどこかの仕切りをまたぐようになっていました。すごい構造や。そしてもう一つ特徴的な足回り。片側2つ、合計4つついてるんだけど、どうしてこのような設計を取り入れたのか。重量バランスとかそんな感じか？これね、履帯が切られた時の対策でした。戦車共通の弱点は履帯。どんなに強い戦車でも履帯が切られたら行動できないよね。あ、そうか。履帯を前後に分けることで切られても動けるようにしたんか。そういうこと。片側2本切られたらダメだけど、左右だったらどちらか2本切られても動ける設計になっていました。これがちで防御力強めようとしとったんやな。そしてソ連の戦車では珍しい広い後部の乗員区画。他の戦車と同じように核戦争にも耐えられるような十分な装備があったんだけど、食品を温める装備もあったって書かれてるね。ほんまか。となるとおしっことかもしたくなるんだけど、車体の底に脱出用のハッチがあって、それを利用してトイレもできる設計だったみたい。核戦争で放射線がある中で外には出られんからな。あともう一つ、ソ連は当時 NATO との全ての戦争シミュレーションで核兵器の使用が想定されていたらしく、戦車に対して砲弾や燃料補給が難しくなる想定が出されていたそうです。放射線的な理由か。そこで同じ車体構造を使って燃料と弾薬を補給できる車両を作る案があって、オブジェクト 490B にドッキングして、理論的に2分で燃料補給、5分で砲弾を補給できる装備があったそうです。なんか急に未来戦車的な感じになってきた。しかし、1991年にソ連が崩壊したこと、その前後に設計者が死亡したらしく、この案は廃案になったそうです。そうやったんか。はい、後ろでは車体がほぼ完成。一部プラモデルでフラットアーマーを搭載したようなモデルがあったので真似してつけてみました。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量190トン。いつも重すぎや。理由はもちろん装甲。フェンダーも含めて乗せたパーツに装甲を入れないと撃破されてしまうので余計に重たくなってるね。手法はあくまでゲームで乗せたものとして36口径 152mm 砲。
最高速度は 40km ですが、実際は 75km となっていました。制作時間は6時間だね。そこそこ早いやん。走行なんだけど、私が調べた限り、正面走行は80度くらい傾いてたね。ゲームでは150ミリ乗せているので、推定では700ミリから1200ミリくらいの走行圧が期待できます。カチカチやで。みんな大好き、マウスと比較するとこのくらい。おお、全長とか幅はマウスと近いやん。高さはマウスの車体とほぼ同じくらいだね。はい。ということで、多分史上初、1分の1オブジェクト 490B の疑似見学。最近よくやる疑似見学。多分誰もやったことないと思うからね。これが見れるのはこのチャンネルだけですよ。一応、目線の高さは、ゆかりちゃんパネル基準で、身長170センチになっています。これが追加したスラッドアーマーやな。実際に作られた実物大モックアップにはついていないやつだね。後ろは乗員の搭乗口が2つありました。なんで2つ？理由はわからないね。乗員が座る空間は仕切りはないので、分ける必要はない気がするね。完全に謎か。ぐるっと正面まで戻ってきて。せっかくなので車両の上に登ってみる。80度傾いてたってことは、10度くらいの坂になっとるんやな。そう、でも実際はどのくらい傾いていたかはわからないね。砲塔は直線的なものがあると。ここだね。砲塔の後ろ側に追加走行的な構造があるんだけど、中央がへこんでる。へこんでる？実はこの下に砲弾が収められていて、さっき言った砲弾の補給ができる構造があったんじゃないかな？なるほど。でも、開く構造があったとして、砲弾のサイズ的に全長が合わないんだよね。どうやって砲弾入れるのかは謎や。後ろには360度攻撃できる機銃。砲塔の横にも機銃やな。だいたいこんな感じだね。砲身にお股をぶつけないように注意。降りるで。ゆかりちゃん。キャーハ飛びかかるー。はい、ぷにゅぷにゅしたゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。二人乗りだから、私は砲手、あかねちゃんは隣でドライバー。ゆかりちゃんはリモートで状況報告してね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。あかねちゃん全速前進。みんな行くで。シュッと加速した。搭載しているのはスプロケットで最大の80リッター16気筒エンジン。トランスミッションなんだけど、これだけで約21トンあります。21トン？バグなのかこれが普通なのかは、もちろんわかりません。190トン動かしとるからな。それで、走行手、完璧な戦車に見えるんだけど、問題というか、致命的な欠点がある。ほんまか。砲塔を動かせばわかるよ。これだね。なんや。砲塔が斜めについてるから、横を向けると方針が下がらない。待て、横方向は攻撃できんのか。外から見るとよくわかる。ほんまや、方針が上向いとる。設計によると、この戦車は真正面から左右に45度ずつ、合計90度の範囲しか攻撃できないとされていたそうです。なんやそれ。サスペンションを制御して車体を傾けることで、攻撃範囲はもうちょっと広くなる的なことが書かれていたかな。スプロケットでそんな高度なことはできん。突撃砲スタイルで戦っていきます。これもう第二次世界大戦や。敵戦車のエンジン音接近。10時の方向敵戦車。やだ、そんなお尻上げて。現在のゲーム仕様です。お尻に2ヶ月ほどアップデートがない152ミリ砲。何言ってんねん。綺麗に決まりましたね。敵戦車炎上。丘の上の敵戦車であれば構造上狙いやすい。よいしょ。敵戦車の砲塔を貫通、撃破。完璧です。今んとこはな。ちょっと外から長弾する様子見たいんだけどどんな感じ？特にわからん。あれ？敵砲弾車体を貫通。ちょっと待ってまずい。3地の方向敵戦車、あかねちゃんを橋待つ方に向けて。ミニ。しゃあないので砲塔を回す。これ多分狙えんで。入り攻撃できる。敵戦車爆散。側面は100ミリの垂直走行だから抜かれる。このゲームの走行は第二次世界大戦レベルやからな。発射。敵戦車撃破。真正面向けてればまず抜かれんで。ポイント撃破。気持ちいい。あいた。早攻撃せえ。そうそう、この戦車、多分なんだけど、砲弾を想定するときは、一旦正面に砲身を向けて上げる必要があったんじゃないかな？
この資料を見る限り、スペース的にまっすぐのまま装填できないような気がするんだよね。確かに砲弾分のスペースが後ろにないな。仮にそうだったら、一旦後進を最大の10度まで上げて、戻して狙うってことになるね。敵戦車撃破。ざっと調べた感じ、装填方法の記載はなかったのでよくわからないけどね。仮にこれやったら敵にも見つかりやすいし問題ありそうや。左の丘に敵戦車。これ狙えんで。砲塔が斜めについてるから全く狙えない。市街戦とかそういった場所での戦闘は100%運用できん。実際に使ってみると、この砲塔の取り付け方法は問題があると思うね。ちなみに普通の戦車みたいにまっすぐつけたらどうなるん？さっきの資料を見る限り、現代の戦車みたいに砲塔内部に砲弾を収めた方がいいのかな？ソ連の戦車みたいに下から自動装填するのはエンジンがあってスペース的に無理みたい。ということはこの斜めの配置が理想的といえば理想的なんか。ターレットリングを介して斜めに装填できるギリギリの角度なんじゃないかな？ちゃんと考えられとるんやな。敵戦車炎上、第1波全滅。はい、今日の抽選者ガチャは何かな？パンターや。余裕だね。はるか手前に着弾。あれ？どこ狙っとるんや。まあパンター程度の豆鉄砲全然効かないね。正面走行1000ミリ近いからな。余裕。何が起こった？この付近に命中した火花確認。普通に抜かれとるやん。やだ、ずんちゃんびっくりしちゃった。で、次は何や？これね、初めて遊ぶんだけど、カスタムバトルというもので、今まで作った戦車を敵味方分かれて戦えるんだよね。どんな感じなのか適当に選んで遊んでみようという企画。もちろん乗り込むのは曰く付きの戦車。曰く付きにしとるのは自分や。ごちゃごちゃ言ってないで行くよ。誰や。砲弾飛んできた。最初の敵戦車は何かな？これあれや、タイヤのなんとか。ガンダムのアインラット。さらっと床に乗っとるモデル使うな。消えた。出てきた。消えた。出てきた。で遊ぶな。顔面狙うな。確かここ弱かったんだよね。そうなん。前に戦車や。これは宇宙戦艦ヤマトのガミラス戦車。サルバー F6 型抽選車だね。見た目がめちゃお気に入りで頑張って作ったんだけど、狙われとる。再生数はいまいちでした。残念。ピカツ。あれ？ここでも期待を裏切られる東北寸子。しゃあないので大胸筋じゃなくてアインラットを盾に戦います。発射。冗談や。もっと近づいて戦う。ちょっとなんや。味方がアインラット撃破。あっちの方がうまいやん。ズンちゃんはそんなこと気にしない。くらい。砲塔に152ミリ積んだろう。ポイント。だから冗談や。あれ？こっちみんな、その毛も耳も外せ。ちょっと強く作りすぎちゃったかな？ガミラス戦車撃破。弱いところは作っておくべきだね。次に見えてきたのはこれ。おい待て、これあれやん。カーリー2をめちゃ長くしたやつ。下に埋まったままだから多分高さ 25km の砲塔だね。完全にアホなことになっとる。抜けんわ。はい、右側にちょこっといるのがこれ。ガンダムのキュイや。あれ？これもしかして？またゆかり乗っとるやつや。ゆかりちゃん乗せて戦った？覚えてないんだけど、多分このまま戦っとるやろうな。よいしょ。敵戦車全滅、勝利しました。はい、こんな感じだね。自分で作った戦車出して遊べるってのはええな。あまりに複雑な戦車だと処理の問題で重たくなることがあるんだけど、普通の戦車であればたくさんとして戦うことができるね。みんなも遊んでみてな。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。